もども吉田です。毎度おなじみ、中華ゲーム機メーカーの、ボーキ D さんからちょっと前に出た、ボーキ D920 ミニを入手したのでレビューします。ゲームボーイミクロとほぼ同じサイズ感で、軽くて携帯性に優れていて、色々と動かせるのが特徴の中華ゲーム機。スペックは低いけど、安く入手できるのが良いポイントですね。ではこんな感じで、早速見ていきましょう。こんな感じで届きました。毎度おなじみバングッドです。注文してから7日で届きましたね。それはさておき。ぐるぐるっと梱包されていて、取り出すと、出てきました。安っぽいっすね。こちらは裏面でボタンの機能が書いてあります。アンバーニックの中華ゲーム機に比べてもかなりコストを抑えている感があります。表面はシンプルに本体画像と商品名のみ。側面には色々説明など書かれてます。では早速開けてみましょう。プラの緩衝材。本体、USB Type-C と説明書ですね。基本的にはこの3点のみです。説明書はこんな感じ。中国語と英語での記載あり。気になる人は動画を停止して読んでみてね。シェルの表面はファミコン風のデザインとなっていて、パッと見はいい感じです。上側は右から充電用 USB Type-C、ボリュームダイヤル、システム用ミクロス D、イヤホンジャック、側面にはほとんど何もありません。何もない。右側面にはスイッチ式の電源があります。ちょっと古い感じ。裏面には何もなく、平たいデザイン。このゴールドヘアラインは RG280V などと同じく、金属板のようなもので作られていて、結構綺麗です。ボタンの押し心地は少し柔らかめで、他のボーキ D 製品と同じ感じです。同じパーツが使われているのではと思います。LR ボタンはカチカチした感じ。十字キーもかなり柔らかめで、スタートセレクトボタン、上の3つの丸いボタンはカチカチした感じです。操作性は、これだけ小さいので、言わずともわかりますよね。さて、肝心の画面です。解像度は一般的な 320×240 で、ブラウン管の解像度、レトロゲームに適したものです。輝度や視野角には問題ありませんが、この液晶、かなり赤っぽい、なんだか不思議な印象です。まあ慣れてしまえば特に問題はなさそうでもあります。ちなみにセレクトボタンと LR の組み合わせで輝度の変更ができます。まずシールを剥がしてミクロス D をぶっこ抜きます。こいつを剥がすと保証が効かなくなるんですが、ミクロス D を抜かないと何も始まらないので、とにかく頑張ります。スンジスケのマイクロ SD が入ってました。一応綺麗にしときます。塗装が。そんで PC に接続。なんでもいいですが、私はアンカー社のものを使います。めっちゃフォーマット聞かれますが、承諾してはいけません。起動しなくなってしまいます。990と書かれたストレージを開いて、もともと ROM フォルダに入ってるのはアウなので消します。はい、すっきり。安全に取り出して、こいつを用意します。カートリッジリーダーでゼルダの伝説を吸い出します。電源を接続して、カートリッジを差し込む。起動。ゲームボーイを選択して。ここで表示されれば認識できてるので、うまく吸い出せます。表示されない場合は差し込み直して、再びカートリッジリーダーを起動します。ゲームボーイなど軽いレトロゲームであれば、すぐに吸い出し終わります。もう終わりました。ついでにこいつも。オラオラ、吸い出し終わったのでミクロス D を取り外します。一旦デスクトップに移動して、920の ROM フォルダに移動して、できたぜ。わーい、無事起動できました。めでたしめでたしと。それでゼルダですが、あれレレ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 。拡張子を大文字から小文字に変換してみたら、いけたぜ。ということで、無事起動できました。ウキウキです。ここまで駆け足できたので、じっくりと、冒頭まで進めたいと思います。
左上のボタンでメニュー画面に行けます。オプションから画面サイズなど変更できるので、1.5 倍にすると、こんな感じで正しい比率になります。他にもステートセーブができたり、スケールをの値にすると、小さくなりますが、ピクセルパーフェクトで表示されます。音量を調整してみます。スタートボタンと間違えちゃうんですよね。上のボタン、何に使うんだろう。ちょっとよくわかりません。維持でもそのまま出たい。ベッドに戻りたい男。さて、ざっくりと解説してきましたが、安価に買えることを考えると悪くない選択肢ではあります。遊ぶゲームを選べば普通に遊べるし、なんならアンバーニックのクオリティの高さがおかしいんですよ。軽くて小さいので持ち運びに適してるし、持ち歩いて友人を驚かせてあげましょう。まあ普通の人はゲームボーイミクロじゃんっていうかもしれませんが。